皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画はよく言われる陰謀論の話をしていこうと思います。陰謀論と一口で言ってもそれは多岐にわたり、意外と漠然としているのではないでしょうか。こうして改めて考えてみると、陰謀論というレッテルを貼る心理というのは、おそらく自分では処理できない情報、信じられない情報を陰謀論ということで頭の中で処理してしまっているのかもしれません。そもそも陰謀論という言葉はどのように生まれてきたかということは元 CIA が証言しているという書籍もあるらしいのですが、私にしたらどうでもいいことです。問題は多くの真実がそこにあるのに、自分の理解を超えた事実を全て陰謀論で片付けてしまうという思考回路のことの方が問題ではないかと思います。今確実に世界では命の存続の危機に直面しそうな出来事が多く起きていると思います。自分や家族の身を守ることに関心のある方はぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、今この動画にアクセスしていただいている方は、おそらく程度の差こそあれ、国家権力などによって自分は騙されてきたということを理解しているのではないかと思います。または気がつき始めたところの人もいるかもしれません。そして、それらを身近な人に話した時に陰謀論であると言われたことがあったり、そうでなくても鼻で笑われたり、話をスルーされた経験があるのではないでしょうか。非常に悔しい思いをしたと思います。彼らは証拠を見せろということをよく言うのですが、厄介なことに仮にその証拠を見せたとしても受け入れることはしないし、もしかするとその証拠を見ようともしないという意味不明な反応をします。そのような方が現実を受け入れることは難しいのではないかと思います。そのようなケースでは、すでに皆さんもしておられるように距離を置く、その話題には触れないということが賢明だと思います。今回の動画は、まだ半信半疑な人や、より確信を持ちたいという方にとって参考になると思いますし、これから起きる試練に対しての備えをするためのマインド設定になると思います。前の動画でご案内した1992年のバルセロナオリンピック、2012年のロンドンオリンピックで行われたセレモニーをご覧になりましたでしょうか。このプラットフォームで配信するとペナルティが発生しますのでできませんが、私のブログ内で見ることができますので、一度ご覧になっていただきたいと思います。リンクは概要欄にありますので、この動画を見終わったら一度ご視聴ください。その2つのオリンピックセレモニーでは、2020年に起きた流行り病蔓延を示唆するような内容のパフォーマンスが行われています。示唆するというより、ズバリそのものですよね。今この時点で見るとあまりにリアルで背筋がゾッとすることと思います。そして、そのパフォーマンスでは赤ちゃんに何かが起きていることが表現されています。このことを裏付けることがすでに世界中から情報が入ってきていますが、悲しすぎる出来事になっています。ぜひ一度ご覧になってください。まだろくでもない輩たちの存在について半信半疑の方にとっては、確信を持つことができるきっかけになると思います。考えてみれば、その大胆な予告セレモニーが行われたのが1992年ということで、少なくとも28年前にはその計画があったということになります。ゾッとしませんでしょうか。ということは、この先にもストーリー、計画があるということになりますし、その計画は進行中と考えるのが妥当だと思います。では今後どんな計画が控えているのでしょうか。それをある程度予想できていれば対策も後手に回らずに済むのではないかと思います。そしてそれは今現在とても分かりやすい形で表明してくれています。例えば世界経済フォーラムによるアジェンダ2030や W 機関が2025年5月に行おうとしているパンデなんとか条約の締結などです。それらを考えるときに基本的なこととしてろくでもない輩たちが考えていることを知る必要があると思います。ざっくりとまとめると、庶民をどのように管理し監視するかということと、いかに人口を減らすかということだと思います。人口を減らす方法としては、新たに生まれなくすることと、既存の人たちをなんとなく間引いていくということ、そして食糧危機ではないかと思います。食糧危機に関して言うと、これもいくつかのプロセス、ストーリーが考えられます。1、食料自体はあっても経済的に食べられないようにする。2、何らかの方法で作物が育たないようにする。3、食料が輸入できないようにする。4、危険な食べ物を増やしていく。などが考えられます。1については、すでに起き始めていると思います。
日本国内においても子どもの相対的貧困に陥っている割合は7人に1人になっていると言われています。今の日本においては外見だけではその窮状は分かりにくくなっており、統計でも把握できないというのが深刻な状況です。時々上で人知れず命を落としている痛ましい事件を耳にしますし、流行り病蔓延後にはあらゆるものの物価が上がりましたから、経済的な事情による飢えは発生していると思います。そういった視点でスーパーに来ているさまざまな年齢層のお客さんを観察すると感じるものがあります。そして特にアフリカで多いのが、世界から届く支援物資や基金が庶民には届かないということも起きています。これは日本においては稀なケースになると思いますが、隣の赤い国では普通に起きています。自然災害の発生が起きると各地から救援物資が送られてくるのですが、地方政府の幹部などが横流しして懐に入れたり、飢えに苦しむ人たちに高額で売りさばくということをしているために、お金がない人たちの中からは命を落とすケースが多く出ています。これらは日本のメディアでは絶対伝えられない事実です。また、エネルギー高騰を狙った工作活動もあり、それによって経済的に飢餓を起こすこともしています。2について、ここ数年間で起きていることといえば世界中で同時多発的に起きている畜産施設の火災事故です。この火災事故によって数万頭の豚や牛、鶏が犠牲になっています。かなり不自然な火事が続いているのですが、政府も絡んでいることなのか真相が追及されずにやられたい放題になっています。日本においても今年は鳥インフルエンザによってかなりの数の殺処分が行われたと思いますが、本当に鳥インフルエンザが流行ったのでしょうか。ここにもかなりの闇があると思います。その他には気象を操るテクノロジーで洪水や干ばつ、台風、地震を引き起こし農作物の収穫にダメージを与えています。地球温暖化という世界的詐欺を働いて環境ビジネスで利益を上げながら、それを口実にテクノロジーを使い食糧危機を誘発しているというわけです。3については、今まさに中東紛争によって引き起こされようとしていますよね。特に日本においては食料自給率は 37% と言われているわけですが、それは嘘で種も化学肥料も自給率はほぼゼロに近いわけですから、深刻な状況にあるのです。そういった状況でシーレーンに支障が出た時には一気に危機的状況に陥ります。今そのような危険性が高まっているにもかかわらず、テレビ、新聞で報道しないのはパニックになる人がほとんどだからです。有識者の多くは自覚していると思います。蛇口をひねればいつでもきれいな水が出るし、お湯も出ます。何か食べたいものがあれば数分もすればコンビニに着きます。このような生活が当たり前になっているほとんどの日本人は非常事態には弱いと言えます。便利な暮らしが当たり前になっているだけではなく、万が一のことは起きないと思っているからです。少なくとも世界で起きている貧困状態や食糧危機のことについて情報を持っていたら危機感を持って当たり前なのですが、現実はそうではありません。どの国などは過去に上で100万人以上の命が奪われているという経験を持っているので、ダーチャという家庭農園を多くの国民が持っています。週末は家族で郊外にある農場に行って作物を育てているのです。これが先人たちの辛い経験を生かした国家の取り組みだと思います。日本政府は全く逆をしています。かつて私は子供が考えても分かることを政府が取り組まないことに対して頭が悪いのだろうかなどと考えていましたが、最近では考え方が変わって意図があってそうしている、つまりわざとやっているという結論に至っています。その辺の真実は分かりませんが、国民を窮地に追い込むことばかりをしているという状況証拠だけで十分であり、自分の身は自分で守るというマインド設定をすることが大切です。すでに年金廃止論が出始めているので、老後設計が大きく狂うという現実も見えてきました。最後の4についてですが、これはただでさえ日本国内の食品に対する添加物の多さは世界一であるにもかかわらず、さらに危険な食べ物が増えていくという話です。というかすでに増えてきているわけです。その代表的なのは培養肉とコオロギ食やゴキブリ食だと思います。ろくでもない輩たちは自分たちが実施している数々の工作活動によって食糧危機を引き起こしておいて、我が国の先人たちが食文化として残さなかったものを食品に混入し始めています。さらには隣の赤い国で作られる食品というのはかなり危険だと思います。どのように危険かというと、あの国の地下水というのは重金属で汚染されており、放射線でも汚染されています。当然空気も汚染されていますし、何より労働者のモラル、倫理観の欠如がすごいのです。金のためなら何でもするというマインドなので、
そのような環境から作られた食品をうっかり口に入れたら大変なことになります。しかし残念ながら日本にはあの国からの食材がかなり入っていますから完璧に避けることはできませんが、なるべく外食を控えるということで身を守るしかありません。以前の動画で食用油についての信じられない現状を発信していますので、そちらも参考までにご覧いただきたいと思います。先ほどの放射線の話で付け加えておくと、今年の10月から始まった福島処理水の海洋放出であの国は猛反発しました。あの国からの国際電話が日本の内閣府を麻痺させました。1日6000件以上もの苦情電話が入ったそうです。もちろんこれはあの国による工作活動の一環です。一般国民は貧しすぎてそんなことできませんから、お金で雇われた者が電話をかけていたのでしょう。そしてこの話のオチが面白くて、日本の処理水放出に怒り狂った国民が日本からの海産物などの放射線を測るために多くの人がガイガーカウンターを購入し何でも測定したそうです。そうしたらなんと日本からの海産物には全く放射線は検出されなかったのですが、自分が住んでいるマンションの建具などあらゆるものから放射線が検出されたというのです。あの国ではつい先日もウラン入りの石炭が国中に出回り汚染しまくっているわけです。もちろん人的被害も出て死亡者も出ています。あの国の政府がすることの特徴は、結局巨大ブーメランになって自らの首を絞めることになるのです。国民に自国の方が放射線汚染が進んでいることがバレてしまったので、どんな対策をしたかというと、ガイガーカウンターを売っても買ってもいけないと指導が入りました。こうして次々とあの国の人民は自分たちは騙されてきたのではないかということに気がつき始めています。こういう国から生まれた製品にまともなものはどのくらいあるのかさっぱりわかりません。そうは言ってもあの国で作っているものは世界中に行き渡っており、もはやどうしようもない状態になっているわけですが、せめて口に入れるものには気を使いたいものです。特に安いものも危険です。食にまつわる怖い話もいくつか知っていますが、私たちの想像をはるかに超えたことが行われているということも知識として知っておいた方がいいでしょう。いかがだったでしょうか。今回リストアップした項目の他にも生存危機に直面するようなことはあると思いますが、私たちにダイレクトに襲ってくるのは買いたくても高くて手が出せなくなるパターンと、食料の輸入が滞る止まるパターンではないでしょうか。そして忘れてはならないのは、中東情勢が戦争に発展した場合、石油と天然ガスの輸入に大ダメージが発生します。これが起きるとあらゆるものの生産がストップしますし、仮に製造できたとしてトラックなどの燃料不足が発生しているので運ぶことができません。さらには電気すらもまともに使うことができなくなりますから、企業の生産活動も営業活動も全てが麻痺します。石油や天然ガスが全く輸入できなくなるということは可能性としては低いと思いますが、ゼロではありません。確実に起きることは価格高騰になりますから、経済的に食料や日用必需品に手が届かない状況になります。エネルギーが通常使用の半分になったとしても大打撃で、日本国内では食料危機が発生します。常に物不足状態です。単純に1日1食になるのか2日で3食になるのか分かりませんが、石油と天然ガス、そして電気が普通に使えていた日常がいかにありがたかったかを思い知らされることになるのではないでしょうか。そうした時に食料備蓄をしているものとそうでないものとの差が出るわけですが、文字通り生死を分けることになると思います。それだけのことが今中東で起き始めているわけですし、反アメの国という流れが強くなってきているのです。何度も言っていますが、食料備蓄をしていてどんな損があるのでしょうか。 100% 掛け捨てではなく、しかも命を救う保険です。そしてそれは自然災害大国日本に住んでいる以上必要な準備だと思います。必要なことに取り組んで心穏やかに日々を暮らすことができるようにしましょう。そうすれば明るい未来が待っていると思います。なぜかというと、ろくでもない輩たちが置かれている状況というのは確実に窮地に追い込まれつつあるからです。だから世の中が良くなっていく過程で生じる試練に耐えられるようマインド設定と準備を行い、共に生き延びましょう。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。